大して接点がない相手に付き合っていると勘違いされていたらあなたはどうしますか。2022年1月27日埼玉県越谷市夕方6時頃自宅アパートの部屋で立ち上がったのは33歳の女性 A さん。今日ももうちょっとしたら配信しなきゃ、その前に洗濯物取り込んじゃおう。彼女はそうつぶやくとベランダへ向かって歩みを進めます。 A さんはライブ配信アプリ17ライブで活動している配信者。それほど有名ではないものの彼女には一定のファンがついていました。 A さんは私生活でも近所の子供にお菓子をあげたりする優しい性格の女性。視聴者から好かれていたのは配信上の姿からもその人となりがにじみ出ていたからかもしれません。その日も大勢の視聴者とのやり取りを楽しみにしながらベランダのガラス戸の前へたどり着いた A さん。そのベランダには包丁を手にした視聴者がもう7時間も待ち伏せしていたんです。女性配信者の自宅へ侵入し、息を殺し包丁を構える男。なぜ彼女は命を狙われてしまったのか。女性の配信に夢中になったその男は現実とネット世界の見境がつかなくなっていたのです。おそすけんちゃんです。いやみやみこです。というわけでやめよさんね、はい先日 YouTube でね C 社バー開くんで、うんうん働きたい人募集しますって言ったら、結構応募来まして、今絶賛面談中なんですけど、うん経験者の方から未経験の人までいろんな人来てるんですけど、うん基本メトラさんで話すとみんないい人だね。改めて実際に話してみるとね、そうそうそう、もう恵まれてるわね私たち。なんかさ、俺らさ秘密結社アルゴメトリーってオンラインサロンに入ると僕らとワンオンワンできるんですけど、うんそこで1対1で話すことあるけどさ、うん面接っていうのもまた特殊じゃないですか、一緒に働きたいと思ってくださってるってことは嬉しいわね。そうそう。引き続き C 社バーの求人は続けてますんで、ぜひ概要欄とか固定コメントからご応募いただければと思います。ご応募って何やねん。今回ご紹介するのは埼玉県で発生したネット配信者の殺人事件について。最近ね、最上愛さんの事件とかも起こってサロンの方でも取り上げたんですけれども、実は数年前に似たような事件起きてたんですよ。そんなしょっちゅうさ、配信者と視聴者さんの事件が起きちゃってるわけ、まあなんか配信者さんによってそういう距離感で違うとは思うんですけど、そういうのをお互いにこう汲み取りながら接していくっていうのはすごい大事なことなんだなと思い知らされる事件でした。事件の日の夕方、娘が一人暮らしをするアパートへ訪れた母親。そこでは何者かが侵入した形跡と決して信じたくはない現実が待ち受けていたんです。ありえない関係。2022年1月27日埼玉県越谷市夕方6時25分、とあるアパートの一室へやってきた女性はその部屋の扉を開けると怪げな表情でこう呼びかけます。いないの？なんで電話に出ないのよ。彼女はそのアパートで一人暮らしをしている女性 A さんの母親。 A さんの母はいつも娘を気にかけており、仕事終わりには毎日欠かさずに電話をしていました。しかしこの日は A さんが一向に電話に出ないため心配になって彼女のアパートへやってきたんです。そしていざアパートへ来てみると部屋の電気はついているものの、いくら呼びかけても A さんは返事をしません。そのまま部屋の奥へと歩みを進めた A さんの母親。ダイニングへ入るとベランダの扉は全開でカーテンが風に揺れています。その時母親の後を追うようにしてダイニングに入ってきたのは A さんの飼い猫。猫が悲しげに顔を向けたその場所には左脇に包丁が刺さったままの A さんが横たわっていたんです。大丈夫、しっかりして。 A さんの母親は必死に彼女に呼びかけますがもはや手遅れ。その後母親の通報で救急隊が到着しますが、胸やお腹を7回も刺されていた A さんはすでに息を引き取っていたんです。ベランダの扉全開だったってそっから人入ってきたってことよね。いやめちゃくちゃ怖すぎるんだけど。一人暮らしでさベランダに入られたらもう想像もできない。男だからねまだ僕力で勝てるかなとか、女の子だったら恐ろしいよね。幽霊とかより怖いわよずっと。この侵入した男っていうのは早々に逮捕されるんですが、警察に対して奇妙な発言をするんです。ちょうど A さんの母親がアパートへ駆けつけたのと同じ頃、近隣の交番へ一人の男がさっき人を刺しました。そう話す男の名は山田。彼はそこから A さんの自宅にベランダから侵入し、彼女を刺した際の手口を事細かに説明。出頭の直後に寄せられた通報と状況が一致していたため、ほぼ現行犯に近い形で逮捕されるんです。さらに山田は犯行動機について次のように語ります。恋人に別れを切り出されたので殺しました。他の男に取られるくらいなら殺した方がいいと思ったんです。そのため警察は地上のもつれによる犯行とみて捜査を進めるのですが、すぐに山田の説明がおかしいことに気がつくんです。なぜなら山田と A さんは事件以前に一度しか会ったことがなかったから。
一度しか会ったことないって何よ、交際してたって言ってたじゃない。これ全部山田の勘違いなんですよ。しかも山田と A さんっていうのはこれをどう捉えたら付き合ってるんだって疑うような関係性だったんです。あってはいけなかった。事件の少し前、A さんは SNS に送られてきたあるメッセージに気がつきました。いつも配信見てます。そのメッセージを送ってきたのは、そう、山田でした。A さんはライブ配信アプリ17ライブで活動している配信者。それほど有名ではないものの、視聴者との交流を大切にしていた彼女には、一定数のファンがいました。近所の子供にお菓子をあげるようなこともあり、近隣住民からも優しいと評判が良かった A さん。その性格を持って視聴者から愛されていた部分もあるでしょう。そして山田もライブ配信を通して A さんに好感を持ったうちの一人。彼はA さんともっと個人的なやり取りをしたいと考え SNS に直接メッセージを送ってきたんです。そんな一視聴者からのメッセージにもまめに返信していた A さんは山田の勢いに押され一度彼と会うことに。いつも見に来てくれるし一度会って話すくらいまあいいよね。そうやって彼女は軽い気持ちで山田と会ったのですが、その選択がそもそも間違いだったのかもしれません。いや、女性配信者がね、男性視聴者と1対1で会うって、しかも面と向かって初めてでしょ。危険じゃないやっぱり。しかもこの A さんは出会い目的で配信をしたわけじゃないんで、それを超えて個人的に繋がろうみたいな感じがちょっと怖いですよね。案の定ね、山田はこの時点で勘違いしてたみたいなんです。山田とメッセージのやり取りをするようになってしばらく経った頃、 A さんは約束通り彼と直接会いました。今日はありがとう、楽しかったです。その日 A さんを自宅まで車で送った山田。帰っていく彼を見送った A さんはそれで話は済んだと思っていたんです。しかし次はいつ会おうか。その日以来山田からはまるで恋人同士だと思っているかのようにたびたび A さんに会いたがるメッセージが届くように。ここでようやくおかしいと気がついた A さんは山田に次のメッセージを送りました。ごめんなさい、私たちは配信者と視聴者だからその距離を保ってもらえるかな。すると山田は A さんからのその頼みをしぶしぶ承諾。ところがその日以来彼女の自宅周辺をうろつくようになったんです。気持ち悪いな。やばすぎ。何考えてんの。やることなすこといちいち怖いしさ、なんで一回会っただけで付き合ってるなんて勘違いが起きるのよ。これ実は山田の事情をたどっていくと、彼はネット上の人間関係に対して勘違いを生みやすいタイプの人間だったんです。現実とネットの境界。犯人の山田は茨城県牛久市で暮らす専門学生。彼は実家で母親と2人暮らしをしていたのですが、近隣住民からは少し変わった家族に見られていました。あら山田さん、今日もこんな遅くに犬の散歩してるわ。外を歩く山田の母親を窓越しに見ていた女性は不思議そうに首をかしげていました。山田の母親が犬の散歩をするのはいつも早朝か夜遅くの人が出歩かない時間帯。彼女は近隣住民との関わり合いを嫌い、あえて誰とも会わない時間を選んで外に出ていたんです。また山田に関してはさらに異様でした。近隣住民曰く彼を外で見かけるのは数年に一度くらいなもの。山田は本当に専門学校に通っているのか怪しいくらい人前に姿を現さなかったといいます。そして山田のように社会から孤立している人間はネット上の配信者などを親密な相手だと思い込むパラソーシャルの心理状態に陥りやすいとされているんです。これ意外なことにネット上の配信者とかに対して親近感を覚えるっていうのは人間の生存本能的に結構あり得ることなんです。というわけで本日のメトラーキーワード、パラソーシャルについて。パラソーシャルとはネット上の配信者など実際にはつながりのない相手に対して親密だという幻想を抱いている状態。この状態に陥るのは人間の脳が生存と繁殖を目的に働いており、それらを満たしてくれる相手を探しているため、その判断基準となるのが安らぎ、慰めといった感情。特定の相手にそれらの感情が湧いた場合、脳は現実の知り合いか否かに関わらず愛着を形成するんです。2023年にオハイオ州立大学が発表した研究によると、現実世界で孤独な人ほどパラソーシャルの状態になりやすいとされています。この時の実験ではテレビドラマの登場人物と現実の知人の名前をランダムに表示し、被験者は表示された人物のことを考えるように指示されました。結果、日常的な孤独感のスコアが高い人は架空の人物と現実の知人について考えた際の脳の働きがほとんど同じだったといいます。要するに山田のように孤独感が強い人ほど現実の知人とそうではない相手の区別が曖昧な傾向にあるんです。近年はネット上のライブ配信の流行によりパラソーシャルの状態に陥る人も増加。ライブ配信はテレビとは違い、配信者の私生活を覗き見している感覚になりやすく、一方的な親近感を抱きやすい側面があるんです。また投げ銭やコメントなどで配信者の反応が得られることもパラソーシャルを助長する大きな要素。山田が A さんに投げ銭をしていたか否かは定かではありませんが、もししていたとすればまだ学生の彼にとってその負担は少なくないはず。多額の投げ銭を注ぎ込むうち、これだけ尽くしているのだから自分は A さんにとって特別な存在という思い込みにとらわれていった可能性は大いにあるんです。
これってね、視聴者さん側にももちろん問題はあるんだけど、配信者側も配信者側でさ、ちゃんと適度な距離を取っとかないと問題になっちゃうわよ。これ結構難しくて、うんすごい熱心に応援してくれたりコメントたくさんくれたりさ、スパチャたくさんいただいたりとかしたらさ、やっぱ僕ら的にもちゃんと対応したいなとかあるじゃないですか、正直ね。何かもらっってる感覚がこっちにもあるからね。そうそう、だからなんかお返ししたいなっていうのはやっぱあるんで、うんだからね、結構そんな簡単じゃないですよね、この問題って。うん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 こうして自分が A さんにとって特別な存在だと勘違いしてしまった山田。彼は拒絶をきっかけに強行へと及ぶんです。誰にも渡さない。2022年1月27日の午前中、山田は埼玉県越谷市の A さんのアパートへ車を走らせました。この時彼が乗っていたのはレンタカー。山田は A さんを一度自宅まで車で送っていたため、自分の車を近隣に止めていると警戒されると考えたんです。山田は付近のホームセンターで刃渡り15センチの包丁を購入。 A さんの自宅のベランダへ侵入すると、なんと7時間もそこに潜入しました。そして夕方の6時を迎えようという頃、自室にいた A さんは立ち上がると大きく伸びをした。配信する前に洗濯物取り入れちゃおうかな。一言そうつぶやくと、彼女はベランダへと歩みを進める。いつもと何ら変わらない穏やかな日常がそこには流れているはずだった。しかし一歩ベランダへ踏み出すと同時に A さんの顔は一気に青ざめた。なんでこんなところにいるの？そう、決して広いとは言えないそのベランダには、その手に包丁を携えた山田が潜んでいた。 A さんはとっさに室内へ逃げ帰ろうとするが、扉を閉める間もなく山田の侵入を許してしまう。 A さんの胸や腹部をめがけ、何度も包丁を突き立てた山田。彼は刺さったままの包丁から手を離すと、 A さんの首元へその手を伸ばした。やめて。 A さんは必死に声を振り絞るが、重傷を負ったその体にはもはや抵抗する力は残っていない。ただの視聴者だったはずのその男の憎しみを込めた手により、彼女の意識は次第に薄れていた。 A さんが亡くなった後、すぐにその部屋から逃走した山田。しかし一度飛び出していったかと思うと、彼は数分もしないうちにその部屋へ戻ってきました。もう一度 A さんの首を絞めるために。ちゃんと死んだよな。よし。そう、山田が一度逃げ出したアパートへわざわざ戻ってきたのは、 A さんを確実に殺せたかを確認するためでした。山田はさ、他の男に取られるくらいならとかって言ってたじゃない、うんちゃんと亡くなったか確認しに戻るってさ、本当に他の人に取られたくないっていうさ気持ちの表れに思えてめちゃくちゃ怖いんだけど。なんか思い込みの強さが現れてますよね、うんこの後山田は殺人罪で裁判にかけられるんですけれども、その後の彼の振る舞いっていうのも物議を醸したんです。裁判において検察に動機を問われた山田は次のように言及。配信者と視聴者の関係に戻ろうと言われ、他の男のものになるくらいなら殺してしまおうと思いました。さらに関係解消のメッセージを受け取った際、どのように反応したかを問われると、彼はこう答えたんです。普通に許可しました。まるで A さんより自分の方が立場が上であるかのように許可などという言葉を使った山田。検察はその言動を支配欲の表れと断じ、反省の欠如が顕著であると非難しました。逮捕から公判に至るまで山田が被害者や遺族に一度も謝罪しなかったことも含め、検察は極めて悪質とし懲役18年を求刑するんです。結局山田は最終陳述で、被害者と遺族に申し訳ないと思っているという旨を話しますが、遺族の方へ視線を向けることは一切ありませんでした。その態度に遺族が激高し、山田を何度も怒鳴りつけたため、一時退廷を命じられる場面も。最終的に山田に下された判決は懲役17年。検察の求刑により1年減刑となったのは、彼が出頭している点からわずかながら反省の気持ちが見られるとされたためでした。誰でも手軽にネット配信ができる現代において、配信者との距離の取り方がわからなくなってしまう人は決して珍しくありません。例えば生活を犠牲にするレベルで毎日何時間も配信に夢中になったり、金銭的余裕がない状況で多額の投げ銭を注ぎ込むような楽しみ方は決して健全とは言えません。配信者を親密な相手と勘違いしてしまうパラソーシャルに陥る人は、往々にしてそうした沼にはまっている人ではないでしょうか。適度な距離感でネットを楽しむには、1日の利用時間に上限を設けるなどのルール作りが必要。ネットに夢中になりすぎないために、皆さんはどのような工夫をしていますか？
この映像は2024年8月にトルコに住む18歳の男が自らのスマホで撮影したものです。ヘルメットにゴーグル、さらにドクロ柄のマスクを身につけた異様ないでたちのその男。彼はこの後昼下がりのカフェへ向かい、無差別通り魔事件を起こすんです。2024年8月12日、トルコエスキシェヒルデペバシュ地区モスク前のカフェはその日も大勢の人で賑わっていました。穏やかに談笑を交わす人々、そこにはいつもと変わらない平和な時間が流れていたんです。一方、カフェから少し離れた路地には怪しげな男が一人。俺ならできる、やってみせる、そして成人になってやるんだ。男はそんな思考を巡らせながら緊張の面持ちでカフェへと歩みを進めていました。自身の足取りをネット上でライブ配信していたその男、群衆をめがけて歩く彼のポケットの中には鋭いナイフが。そう、男はこの後目についた人間を手当たり次第に殺害するつもりでいたんです。その胸に掲げたナチスドイツの紋章に誓って。ナチスドイツの紋章を掲げ、無差別通り魔事件を起こした18歳の男。一体彼は何のために罪のない人々を次々に襲ったのか。社会から孤立する日々の中でその男はネット上に渦巻く悪意に毒されてしまったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。